こんにちは。今日はですね、パリの暑い日の過ごし方についてお話をしたいと思うんですが、パリってでも急激に変わるの、なんか異常に暑い日があったと思ったら急にもう本当に寒いという日が来たりして、なんか体の調節するのも大変なんですが、もう何といってもとにかく年々暑さが厳しくなってきて、エアコンがあまり一般家庭にはないパリではなかなか大変な日も多いので、そんな日はどうしているのかお話ししたいと思います。暑さ対策、はい。でもね、本当にパリって多分私すごく覚えてるのが2003年にカニキュルって言われて、いわゆる猛暑というのが来て、夏に本当に多くの高齢の方たちが亡くなってしまったということがあって、私がパリに住み始めてからそれがすごくショッキングな夏だったのね、2003年の夏で、特に高齢の一人暮らしの方とかが亡くなって、そこから私の印象ではやっぱりその暑い時をいかに過ごすのかとか、なんか本当街中のカフェとかもそこからエアコンを設置したりするところが増えたというイメージです。ホテルも含めて。そうなんですね。なんか自宅にクーラーがあるお家ってほとんどないです。で、多分今でもそのクーラーの普及率というのでいくと、多分パリは2割とか。未だに多分一般家庭は 25% ぐらいな印象があってっていうのは、やっぱりオスマン建築が多いじゃない。そうするともちろん壁もすごく暑いし、あとバルコニーとかやっぱ景観を損ねちゃいけないから室外機を置けない。で、室外機が置けないから多分よく見かけると思うのは太いチューブがこうやって窓から出てる。でもあれって窓を開けて熱い熱風が出てくるんだけど、こういう大きななんか機械が家の中にあって、こんな太いチューブが外に出てるっていう。だから、室外機が置けないとかっていうことでまず設置できない。じゃあ設置をしようとすると本当こんな大きな機械を買って、チューブで外に出して使うけど音もうるさいし、場所も取るのね、すごく。でそれを出してまたしまわなきゃいけない、面倒くさいとかで、とにかく普及率がまず低いっていうのは事実です。だからやっぱり年々夏がすごく暑くなってきて、でも日本みたいに常に暑いんじゃなくって、1週間めちゃくちゃ暑い日が来たら急に翌週が10何度まで下がったりとか、今実際そうですよね。先週ぐらいがすごく暑くて、亡くなられた方もいたぐらいって伺ったんですけど、だから私はその国の対策のことはわからないけれども、やっぱりこうやって温暖化でだんだんいろんな気候がおかしくなってきてると、もちろん景観も大事だし、やっぱりこうやって美しいパリにいるとこの景観を壊したくないけれども、きちんと対策をしないと、特にそういうお年寄りとか例えば赤ちゃんとかっていうのは大変だなっていうのは。ミラノはね、私たちが住んでるアパートもすごく古いアパートなんだけれども、でもちゃんと各部屋にエアコンがついてるの。だから今すごくミラノはパリに比べるとやっぱり南なので、全体的に気温が高くって、でお日様もすごい出てるし、もう朝とか起きると暑いって感じなのね。でも部屋の中にエアコンがあるからすぐつければスーッと涼しくなるっていう、割と湿気もあるからやっぱりエアコンが必要みたいで、実際ミラノの普及率っていうのは多分もう70とかで、もう新しくできた建物は当然エアコンがつくからっていう、やっぱりそういう違いもあって、だから今暑くなり始めた今の時期を家の中にいるのは快適なの。そうなんですね。じゃあやっぱりパリの過ごし方、パリは本当にちょっと危険で、だからどうやって対策をするかって各自がもう自分たちで考えるしかないけれども、例えば屋根裏部屋に住んでいた友人は冷蔵庫に頭突っ込んでたって本気で。もう開けてもう本当に電気の無駄遣いだけど、もう呼吸ができないぐらい暑いから、こうやって冷蔵庫に。とか、あとはお水を飲んだ後のペットボトルにまたお水を入れて凍らせて、ちっちゃいのだったら首に当てるとか、ちょっと抱くとかっていう対策を取る方もいて、で我が家は結構石造りの建物なので、すごく気温が高くなっても前の週が冷えてたりすると、その冷気がまだ家の中に残ってるの。だからその冷気、まだ涼しい空気を保つための努力をするって感じ。それはどうやって？だから日中すごく気温が上がっても意外とまだ朝晩がちょこっと気温が低かったりする、その時に窓を開けて少し
冷たい空気を入れて、お日様が上がってくるだいたい10時ぐらいとかから暑くなってくるなって感じると、雨戸を閉めて、窓を閉めて、カーテンも閉めて、いわゆる外からの光を全部遮断する。なるほど。だから家の中真っ暗。確かに街歩いていても、こう外から見て雨戸が閉まってるそうお家とかあって、だからもうそれしか対策がない。で対策をしても日中は、光が入らないようにして過ごして、で夜またこう少し気温が下がったなっていうと雨戸を開けてまた少し空気を入れてっていう。であとそのパリは蚊とかがそんなにいないので、夜とかももしちょっと気温が下がってたら開けて寝るとかっていうのが対策だったり、本当にペットボトルを凍らせて抱っこしてるとかすごくこうアナログな対策。そう暑い時体験したの。体験しました。私は去年、すごく暑い日があったんですけど、その時はもうカフェとか百貨店とか、でもカフェも全部あるわけじゃないので、その当時ね、住み始めた時2000年の時って、暑いっていう日があったけど、でも気温30度なの、でもそれも多分夏の間の1週間ぐらいだけだから、そこだけ我慢すればもうあとはどっちかというとジャケット着ないと朝晩は冷えるぐらいの、じゃあすごく短いんですね、その猛暑。短かったのだけど、それがだんだんこう長くなってきたし、そこからさらにこう気温が30だったら大丈夫けど、35は辛いでしょ。いや辛すぎます。でそれがやっぱり何日も続くとさすがにこう家の中もモワモワしてくるので、なのでこう対策の仕方が変わってきたっていう感じです。でもカフェも結構こう入り口のところにクリマティゼって冷房がついてますのアピールする。だからそれ本当2003年以降わざわざサルクリマティゼってこう涼しいですよっていうのをカフェがちゃんと、それがもうだって人を呼ぶというか、私ももう本当にどうしようもなく暑い時はやっぱり今もそうだけど、ちょっとこう冷房が効いてるところに行くとか、もうそれこそ映画館に行って、そんなに見たい映画じゃなかったけどとりあえずもう自分の健康のためにって映画館に行くとか、やっぱりその当時ぐらいからプチホテルとかもだんだんエアコンを入れるようになったんで、やっぱりそういうところに行くとか、それぞれ皆さん対策すごい対策。去年の本当にすごい暑かった時、多分35度を超えてて、だからもう我が家は何をやってももうダメだったの。もう本当に耐えられなくなって、でちょっとこうホテルに泊まりたいと思ったら、もうホテルの値段もすごいことになってて、ってこうやって夫と、いやパリでホテル泊まることなんてないから、じゃあせっかくなら少し素敵なとこ行ったらもう異常な値段でシエーって言って、もうこれは我慢するしかないって言って。だから本当ペットボトルを冷やして、でも夜はなんとかもうそれでしのぐしかないけど、日中はなんかやっぱり冷房の効いているレストランにわざわざ食事に行ったりとか、なんか学校とかも職場とかもお休みになったりもしますよね。だって学校とかも入ってないものね、冷房が。人も集まってくるから、人も集まってくるし、やっぱり学校によっては本当そう、確かお休みっていうかね、休校になったりとかした地域もあったものね、フランスでも。あとメトロとかも冷房が効いてるメトロもあれば、冷房が効いてないメトロはで、しかもなぜか窓が開いてて熱風が暖房ぐらい暖房ぐらい、そうね。でしかもほらメトロって地下だから、トンネルっていうか閉鎖された空間の熱風が舞い上がってるところを窓を開けてこう電車が通ってるから、本当に空気を吸うと喉が焼けるんじゃないかぐらいの暑さの空気がボーっと入ってきて、でしょ。危険です。危険よね。せめてあれはやっぱり対策を取るべきだと思う、公共交通機関は。確かにもう線によっては皆さん汗だくで。そうだから逆に言うと、そういうのに慣れてると、こう日本に行った時にやっぱり外は暑いけど中が涼しいのは気持ちがいいけど、自分のなんか体温調整がすごく難しくなって、なんかこちらではその暑さを我慢することに慣れてる。で冷房もキンキンに冷えてるところがないでしょ。だからそれに慣れてて日本に行くと、こうどこに行ってももう寒い、でも外行くと暑いっていうので、なんかいつもこう東京に着くと気
気をつけないと喉をやられてしまったりとか、はい、確かにこう寒暖差の激しさみたいなのもありますよね。なかなかだから我が家も本当に当時は暑いのは1週間程度だからそれを我慢して乗り切ればもうあとは何にも問題なかったから扇風機もなかったんだけれども2020年とか21年に我が家も初めて扇風機を1台買い、はい、であとは冷房は買うつもりがなかったんだけどご存知のように我が家はキッチンが雨戸もなくもう日差しがすごい入ってくるのね。キッチンって私も時間を過ごす場所だからさすがにこれはちょっと本当に危険っていうのでこういう大きなゴロンっていうのを買ってキッチンに運び込み、ところが窓開けなきゃいけなくって結局窓開けたら暑いの結局そう結局こうチューブを窓から出してるとそのエアコンの前にいる分には涼しいけども、はい、ちょっとそこから離れると外からの熱風も入ってきてあまり効果がなくて。本当にアナログな世界ですね。すっごいアナログなで、あとそのチューブもお店とかレストランとかって今そこの窓にこうほら穴を開けてチューブを出すだからそこだけこう出せるようになってたりするんだけれども我が家は実はそのガラスが古いガラスなのもう壊しちゃったらこのガラスを作る人がいないっていうなんかこうそうしばらく賃貸だからそんなことしたら怒られる人だからもうこうチューブを出すしかなくでも結局チューブを出すから窓をすごい大きく開けるので暑くって、はい、どっちがいいんだろうっていう感じです。なるほど。お外へのお出かけとかって時間帯気をつけられたりとかされますか？送迎とかがあると気をつけられないのででも当然日中の本当お昼過ぎぐらいとかは買い出しは避けようとか、そういう感じですね。皆さん日傘とかもさされないですよね。そう日傘もいないし帽子で防ぐぐらいな感じ。確かに私も日傘って、どちらかというと日焼けを避けるためのものだと思ってた本当に、でも最近日本に行った時にこうニュースとかで、その日傘を差した時と差してない時の体感温度の違いとかってこうレポータージュがあるとあそっかやっぱ日傘っていうのはとても意味があるものなんだってその日焼けだけじゃなくやっぱりそこで温度が1度でも2度でも下がるだけでどれだけ快適かっていうのが分かって、これは私たちもパリでって思うんだけどやっぱ差してる人がいないから、もう少しちょっと様子見ながらっていう、だから本当に私は帽子ですね。食べ物とかは気をつけられたりとかはされてますか？私自身はこうやって今もそうなんですけど、どんな時でも熱いのを飲むというだから普通は、暑くなると、どうしても子どもたちは、ね、氷いっぱい入れて、お水とかアイスクリームってそれはもうしょうがないんだけど私自身はできるだけ暑い時でも熱いお茶じゃなくてもぬるいお茶とかで本当にしんどい時にはちょっとそこに氷を入れて飲むっていう感じで。それは冷やさないようにされてるんですか？なんかやっぱりね逆に私はすごく冷たいお水とか冷たいものを飲むとなんか体が疲れる感じがするので一年中もともと温かいものを飲んでいるから、でもそれでもだから本当にしんどい時にはもうアイスカフェラテって言って買いに走ってたけれども、基本は、暑い時でもできる限り一気に体を冷やしたりしないようにはしてますね。なるほど。っていうのは私はそうなんです。あとはそう日本の無印とかでこう凍らせて首に巻くほらこういうのを買ってきたりとか、家の中でちょっとこう首の後ろを冷やすようなことをしたり。これだけ少なくてもやっぱりこう景観のこととか、あと環境のこととかも考えるそういうエアコンをなかなかこう気軽に一般家庭には取り入れられないというのは私は最初はいいことだと思ってたんですけどさすがにちょっとこれはだってそうですよね。先週の猛暑もまだ6月なのにこんなに暑いっていうのは、32度とか5度ぐらいまでいってた、そうですね。でもまだ夏が来てないから、急に今こんな猛暑の話してるけど今日とか、私実はカーディガン種明かししちゃうと、カーディガン持ってるぐらい、今日涼しいですね。涼しいでしょ、でも今週末からまた上がるでしょ。衣替えができないなって思います。でも、私もその2000年に来た時に、
この国っていうかこの街は衣替えがいらないんだと思った。まずだからもちろん厚手のコートとか、はい、もう厚いセーターとかはいらないんだけれども、はい、でもセーターとかちょっと軽めのコートとか、あとスカーフとか、はい、こうマフラーとかっていったものはもう棚の結構前の方に夏場でも常に温度の差にこう対応ができないし、例えば明日とかは、実は朝は11度から14度ぐらいって話でしょ、はい、ってことはもうハイネックのセーターを着てもいいぐらいだから、そういう日が本当突然来るので、パリに住むようになってから衣替えというよりは、真夏のものと真冬のものを入れ替えて、それ以外の中間のものは常にもう全面に出しとく。だからそういう薄手のウールとかカシミヤのセーターももう夏場も常にあります。でもそれこそこう旅行でヨーロッパっていうかパリに来られる方とかもいろんな気温に対応できるような準備をされた方がいいかもしれないですね。だから1週間の滞在でも着いた時には35度の酷暑ですとか言われてても翌日急に10何度まで下がるってこともあるので、本当に夏だから夏の服というよりは長袖のシャツだったり、例えばそういう薄いちょっとこうベストとか、薄いほら長袖のダウンとかあるじゃない、ああいうのが本当に1枚あると朝起きた時にはそれ着てて、日中暖かくなったら脱げばいいしとか、あとは私もそうだけど、どうしても夏イコールも私は素足で靴下履かないけど、やっぱりちょっと時々足が寒いってなるので、やっぱり靴下とかもとか、他のねヨーロッパの地域はわからないけど、もしパリということに限定して言うともうこれが激しいから、荷物にならないけどこう気軽にこう出し入れができるものをやっぱり絶対1枚持ってきた方がいいと思うのは確かにそう、本当になんか今もこうやって外見てると、なんか結構暑いのかなと思うけど、きっと出ると意外とひんやり。本当に日本から結構便利グッズ去年は買ってきたかな、なんかスプレーするとちょっとこうひんやりするとか、あと首に巻くものとか、あと冷えピタ、熱さましいとかみたいなのも買ってきて、でほらそうするとこうちょっと子どもたちが暑くてやっぱ寝られないのかわいそうじゃない、だからそうするとこうつけてあげてとか。逆にそういうグッズってパリに売ってないなっていう印象です。売ってないの。冬のカイロ、もう多分いまだにスポーツ用品店に山登りとかウィンタースポーツのためのコーナーにはこうちょっとポケットに入れるカイロみたいなのが売ってるけど、いわゆる普段の生活の中で使うカイロっていうのは売ってないでしょ。日本は素晴らしいのよ。そう、それこそアイマスクとかもそうじゃない、なんか便利グッズの話になっちゃった。こう昨日も次女がママ目が痛くて頭が痛い、多分ちょっと今試験の時期だとじゃあって言って、そうするとママの引き出し開けるとねってこう目がキューって冷えるこうマスクとふわんと暖かくなるマスクがあるから、その2つを持ってって今はこうやって冷える方をやって、寝る時には暖かくなる方をつけてリラックスするよとか、もうやっぱそういうのはもう完全に日本のグッズを、というかパリで探したらあるのかもしれないけど、でも少なくともファーマシーとかスーパーには売ってない。夏のそういう対策のものとかもやっぱり日本は本当に蒸し暑いから、とても危険な暑さだから、どうしてもこう日傘でちょっと体感温度を下げてとか、やっぱり外でお仕事してる方たちが暑さ対策のために扇風機じゃなきゃついてこうジャケットとかで何かこう首に巻くとかっていう本当にいろんなグッズがありますね。逆にだからパリの方々は暑いものもこういうものだからっていう風に過ごされてるのも私の中では印象的。探さないよね。フランスの人たちは便利さを追い求めてないと。日本はほらもう本当にかゆいところに手が届くとか、いやこれ気づかなかったっていうものがどんどん出てくるけれども、なんかこちらの方たちはなんかその状況を受け入れて、自分たちですごくアナログだけど、じゃあペットボトルを冷やして対策とか、本当に水風呂に入るとか、時々冷蔵庫に頭突っ込むとかあるものでなんとか乗り切ろうという。
確かにそういう気がします。だから本当に私たちももうギリギリまで扇風機とか買わなかったの。数年前にやっぱ相当ひどい暑さの時に我が家に1台だけあるエアコンを結局外にこうチューブを出さなきゃいけないからみんなの部屋に近いところに置いて窓を開けて、でそこから扇風機を回してこうみんなのところにちょっと届くわけないんだけど気持ちの問題でみんなのところに少しでも一度でも気温が下がりますようにって言ってやってたことがあって、そうやって工夫されながらでもえりこさんはもう毎年夏を乗り越えられてきた、もう毎年そうやってですね。今年の夏はもうパリに戻ってくるでしょ、私だけじゃなくて皆さんまだお仕事もあるし、やっぱり大変だと思う、どうなるのかな。でも本当にこういう時があるからこうずっとほらね、2ヶ月も3ヶ月も暑さが続くのではなく、こうなのでしんどいけれどもその涼しい時にちょっと体を休めてみたいな、感じかなっていう、本当にアナログな暑さ対策ですね。日本の便利グッズは持ってきたら売れるのに。いや、わかりますね、なんか時々商売したくなる、でもきっと同じことを考えてる人たくさんいてもここで商売にならないってことはみんなが求めないのかな。そうやって工夫しながら今年の夏も乗り越えられたらいいなとは。本当にでも私2003年の時に本当にたくさんの方が亡くなったから、やっぱりなんかこうちょっと対策として景観も大事だけど少しできるようになっていかないと、これからこうもっともっと暑くなってきっといきますね。でも本当にこれからは乗り切るのにも限度があると思うので、パリ市なのかフランス全土の問題でもあるので、対策を練っていかないとっていうふうには思います。そう、でも本当にこっちでの対策ってそんな感じ。私もあと覚えてるのが、2010年に次女を出産してるんだけれども、彼女が8月生まれな。そうするともうお腹も大きいからそう動けなくって、で夫も出張中だったから上の2人とパリにいたんだけど、ものすごい暑さになってしまって、妊婦さんってやっぱり自分も暑いのにさらに暑いからすっごいしんどいのね。でも涼む場所がないわけでも子どもたちはお迎えとかもあるからで、その時はもう本当に行けないと思ったけど、やっぱこれは自分の体を守るために冷房をつけて車の中にいたの。すごいいい工夫ですね。もうそれしか対策方法がなくって、であとはその当時まだスターバックスぐらいしかないから、スターバックスで、今でこそアイスカフェラテとかアイスコーヒーとかちょっと飲めるところ増えたけど、全然そういうものも一般のカフェにはなかったの。じゃあ皆さん暑い日でもホットを飲まれるんですか？飲んでたから、スターバックスならアイスカフェラテがあると思ってスターバックスに行って、アイスカフェラテを買って車に持ち込んで冷房つけながらも苦しいって言いながらアイスカフェラテを飲んでたりとかしてました。でも今その分、より気温が上がってるし、暑い日が増えてるとはいえ、以前よりはこう涼める場所、ちょっとこう避難できる場所が増えてるけれども、8月の出産の日はめちゃくちゃ暑かったのね。でもそこでクリニックに入って、で今度出産が終わって出てきたら3日後はすごい寒くって、カーディガンとかマフラーとかを巻いてお散歩してたぐらいなの。8月なのにですか？の中旬前に。だからやっぱりそれだけ気温がすごく違うので、旅行で来る方もちゃんと対策を取った方がいいし、住んでる私たちもやっぱりその時に合わせてうまくその自分でコントロールをもうするしかないという感じがします。でこちらってね、生まれた赤ちゃんとかをもうすぐみんなお散歩とか連れ出すの。日本はなんかダメとか言うらしいんだけど、で私ももう当然みんなから暑い時はダメだけど少し涼しくなったからって言って、もう夫とかボーってもうベビーカーでボーってお散歩とか、もう上からちょっとこうあったかいのかけてたもん、赤ちゃんの上に。8月よ。そんな中こうやってお散歩してたぐらいだから激しいです。そう急に思い出しちゃった。パリの暑さ対策というか、もう猛暑の時の対策というか、自分がどうやってるのかお話ししたんですが、
こうやってお話ししてみると本当原始的なんだね。でも逆になんかこう体が強くなるというか、そういう暑さにこうできる限り順応していこうってこう頑張ってる自分の体もありつつ、でもこうできることをうまく取り入れながら乗り越えてる感じなんですが、それでもこれから暑さがやっぱひどくなっていくので、本当にこう少しずつこういろんなことが変わって、ちょっとこう過ごしやすい家の中でもエアコンとかを使いやすいようななんかこう環境が整っていくといいなと思っています。これからね、日本も暑さがますます激しくなっていくし、私たちもこの夏どうなっていくのかわからないんですが、お互いに体調に気をつけて乗り切りましょう。ありがとうございました。